ネパールはこの美しい国を訪れる旅人にとって驚きと発見の連続が待っている場所です。壮大なヒマラヤ山脈の景観、古代から続く豊かな文化、そして多様な自然環境が織りなす魅力の一つ一つが訪れるものを魅了します。しかし、その背後には深刻な経済格差という現実も存在しています。ネパールの貧富の格差は長い歴史の中で形成されてきた複雑な問題であり、その解決には多面的なアプローチが求められます。ナマステ everybody, Guy さん is here。 今回はネパールの貧富の格差とその背景について詳しくお話ししていきたいと思います。ネパールは美しい自然景観や豊かな文化を持つ国でありながら、経済的な格差が大きな問題となっています。今回はこの問題をいくつかのポイントに分けて紹介し、その根本原因を探っていきたいと思います。このチャンネルではネパールに関わる様々な情報を発信しています。ぜひ今のうちにチャンネル登録とコメント欄で応援していただけると、毎月4本の動画頑張って作っていけます。またガイさん公式 LINE の方も作りましたので、こちらではネパールの現地のことを何でも聞き放題ですので、いつもテキストを送ってください。それでは早速内容に入っていきましょう。まずネパールの貧困について説明していきます。ネパールは国民の約 25% が貧困ライン以下で生活していると言われています。特に農村部では生活の質が低く、基本的なインフラやサービスが不足しています。都市部との経済格差が顕著であり、都市に住む人々と農村に住む人々の間で大きな格差があります。次にネパールの歴史的背景を探ると、ネパールの貧富の格差は長い歴史の中で形成されてきました。かつて王国として統治されていたネパールは農業社会が主流で、土地の所有者と農民との間に大きな経済的な隔たりがありました。この格差は19世紀のラナ政権時代にさらに拡大していきます。ラナ政権時代には土地の集中所有が進み、特権階級が豊かな生活を送る一方で、農民は貧しい生活を強いられました。さらにネパールの地理的要因も貧富の格差に影響を与えています。山岳地帯から平野部まで多様な地形が広がるネパールでは、都市部と農村部の間で経済的な機会やインフラの整備状況に大きな違いがあります。特に山岳地帯では交通手段や基本的なサービスの不足が深刻であり、これが貧困の固定化を助長しています。また教育と就業機会の差も貧富の格差を助長する要因の一つです。都市部では教育の機会が豊富であり、高等教育を受けた人々が多くの就業機会を得ています。しかし農村部では教育の機会が限られており、多くの人々が低賃金の農業労働に従事しています。このため都市部と農村部の間で大きな経済的な格差が生まれています。ネパールの教育制度は改善が必要です。多くの子供たちが学校に通うことができず、識字率も低いです。特に女児の教育機会は限られており、児童婚や家事労働のために学校を中退するケースが多いです。教育へのアクセスの欠如は貧困の連鎖を断ち切るための大きな障害となっています。加えてネパールの社会構造には依然としてカースト制度の影響が残っています。カースト制度は社会的な階層を固定化し、経済的な機会を制限する要因となっています。低カーストの人々は教育や就業の機会において不利な立場に置かれることが多く、貧困から抜け出すことが難しい状況です。カースト制度は公式には廃止されていますが、その影響は根深く残っており、低カーストの人々は依然として差別や社会的排除に直面しています。これにより彼らが経済的に向上する機会が制限され、貧困が固定化されることが多いです。また政治的な安定性の欠如や政策の不備も貧富の格差を悪化させる要因となっています。ネパールは長い間政治的な混乱や内戦に苦しんできました。これにより経済の発展が阻害され、多くの人々が貧困状態に置かれています。また貧困層に対する支援策や再分配政策の不備も格差を広げる要因となっています。ネパールの政治状況は複雑であり、政府の腐敗や不透明な政策が貧困層への支援を妨げています。インフラ整備や教育への投資が遅れており、これが貧困層に直接影響を及ぼしています。また自然災害への対応も不十分であり、災害による経済的な打撃が貧困層をさらに苦しめています。ここまではネパールの貧困の現状、歴史的背景、要因の説明をしてきましたが、さらに踏み込んでいきたいと思います。貧困解決のためにネパールでは現在どのような取り組みが行われているのでしょうか。このような複雑な背景を持つネパールの貧富の格差問題を解決するためには多岐にわたる取り組みが必要になります。政府や NGO は
教育や医療の普及、女性の権利保護、経済の安定化など様々な取り組みを行っています。特に教育の普及は長期的な貧困削減に効果的であり、多くの支援が注がれています。女性のエンパワーメントも重要な課題であり、女性の教育や職業訓練も支援するプログラムが展開されています。国際的な援助も重要な役割を果たしており、ネパールの貧困削減に向けた支援が行われています。例えば国際連合や世界銀行などの機関がネパールのインフラ整備や教育支援、保健衛生の向上に取り組んでいます。これらの努力はネパールの貧困削減に一定の成果を上げていますが、まだまだ多くの課題が残されています。国連の持続可能な開発目標 SDGs を採用しており、2030年までに極度の貧困を撲滅することを目指しています。この目標を達成するためには、教育、保健、経済成長、持続可能な都市、気候変動対策など多岐にわたる取り組みが必要です。これによりネパールはより持続可能で包摂的な社会を築くことを目指しています。しかしこれらの目標を達成するためには政府の強力なリーダーシップと国際社会の支援が不可欠です。ネパールは現在貧困削減と持続可能な発展の両立を目指して努力を続けています。ここで一つ注意したい点は、経済成長は貧困削減にとって重要な要素ですが、成長が全ての層に恩恵をもたらすわけではありません。ネパールでは経済成長が一部の富裕層に集中し、貧困層には十分な利益が行き渡っていないという問題があります。持続可能な経済成長を達成するためには包括的な成長戦略が必要です。例えば農業の生産性向上や観光業の発展は貧困削減に貢献する可能性があります。農業セクターでは技術の導入や市場アクセスの改善が求められています。観光業はネパールの自然景観や文化遺産を生かした持続可能な形での発展が期待されています。さて今回はネパールの貧富の格差について詳しく紹介しました。ネパールは美しい自然と豊かな文化を誇る国ですが、その裏には深刻な経済的不平等が存在します。歴史的背景、地理的要因、教育と就業機会の差、社会構造、政治的要因など様々な要因が絡み合っています。ネパールは持続可能な開発目標 SDGs を掲げ、2030年までに極度の貧困を撲滅することを目指しています。再度になりますが、この目標を達成するためには教育の普及や保健医療の改善、インフラ整備、経済成長、女性のエンパワーメント、多岐にわたる取り組みが必要になります。ネパールの魅力はその豊かな文化や自然だけでなく、困難に立ち向かう人々の力強さにもあります。これからもネパールの発展を見守り、支援していくことが重要です。ネパールでの素晴らしい経験がぜひみんなで手を取り合ってネパール、私たちの国、日本、また他の国、世界含め全世界でより良い地球を作っていきましょう。このチャンネルでは皆さんの知らないネパール情報をこれからもどんどんと発信していきます。この動画が少しでも良かったという方はグッドボタン、またシェアの方よろしくお願いします。皆さんの周りで貧富の格差は感じますでしょうか？またネパールに行った際、貧富の格差少しでも感じた経験がありましたらコメント欄で教えてください。最後になりますが、ガイさん公式 LINE の方も作ってあります。こちらではネパール、ネパール語、ネパールのこと、また皆さんの悩みなど何でも聞き放題ですので、テキストを送ってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ナマステ。Subscribe our channel and press like also. Share our video also. Bye.